はいどうも、今日はですね臓器の剪定をやろうかと思います。使うのはねイワシでですね、これ石の鉢に入ってます。当初ねちょっとずれますけど、当初ねこの石の鉢でやれるかなと思ったんですけど、意外と夏越して今も元気ですね。はい、これの剪定していきます。剪定なんですけど、基本的には落葉後のね秋にやったりするんですけど、でもね今やる必要も特にないです。はい、じゃあなんでこれやるのって話なんですけど、その理由はね、おいおい話していきますんで、じゃあ早速やっていきましょう。さてじゃあ剪定やっていくわけなんですけど、もうねやり方は簡単です。伸びた芽をね、芽じゃないや、伸びた枝を切るだけなので、こういろんなね枝にこう芽がたくさん膨らんでるのが、この木だとわかると思うんですけど、その中で不要枝はねこういろいろあると思うんで、それは別に考えるとして、単純な切り戻しだけを考えた場合、この芽をですね2つ残して枝元から切ります。もうたったそんだけで、1つでもいいんですけど、もしかしてね万が一その枝の芽が吹かなかった場合に、一芽だけだとねその枝丸ごと枯れちゃうとちょっともったいないなっていう場所があったりすることもあるので、2つ芽を残して切ります。これは正直結構詰まってるので、その豪快に2芽残しました感が出ないんですけどほんとそれだけです。あとはこのタイミングで意味枝というかいらないやつですね、極端に上に向いてるとか、例えて言うなら、こういうのかな。ちょっとすいませんね、いつも小さくてね。どこ行った？あれどこ行った？あ、いたいた。ここですね。この枝ちょっと立ち上がっちゃってるので、途中からこういうのはもう元から切っちゃっていいかなみたいな。で極端に下行くものとか、あとはこう曲の内側に向かってこう伸びる枝とかは、使いづらいので、そういうの切ったりとかっていうのはこのタイミングでやってみてください。よいしょと。剪定はこれをねこうゆっくり繰り返していくだけなので、ゆっくりこうねじっくり見てやっていただいて、今やらなくていい理由っていうのが2つあって、1つはここにある芽がそれぞれちゃんと芽吹くかどうかわからない、初めてじゃなきゃね、これ何年も持ってればわかると思うんですけど、もし初めてだったらもしかしてこの芽吹かないかもなっていうことがあるので、春になってですねこう芽が動き出してから、動いたなって確認して、いらないのを切っても全然大丈夫っていうことで、今やる必要ないっていう1点目。もう1点目がですね、落葉後ですね還元期、すごい寒い時期に入ると、この枝とか切っちゃうとですね、そこから樹液がね吹き出すんですよ。これ、俗に言う水が吹くってやつなんですけど、その水が吹いた状態だとですね枝が傷んだり、最悪多分その枝こう丸ごと枯れちゃったりすることもあると思うので、そういった悲しい出来事がね起きないようにするために、ちょっと分かんなかったら春にやるっていうのがいいですね。で逆に今は是非ねやっといてほしいなと思うのは、これ、去年ね剪定してちょっとねコブになってるところがいっぱいあるんですよ。何せこのイワシで結構僕気持ちが乗ってなかったので、ほったらかしにしてて、あっちこっちこうイワシでって芽が吹くので、後でいらないなっていう風に枝を切るんですけど、その切ったところがですねこう元気がいいと傷口がすっごい盛り上がって回復するんですよ。こういう感じ、ちょっといくつか多分見えると思いますけど、それをですね是非この時期に膨らんじゃってたらもう一回削り直しというかね切り直しをしてもらいたいと思います。こういうとことか分かりやすいですね。これなんかぼっこりしてますよね。ここの枝がねいらなかったんで、元から抜いたんですけど、これいつ抜いたんだろうな。イワシでって元気なんでね、春から秋の間に抜かなくてもこうやってなっちゃったりするんですよね。でそうなっちゃったらもう一回切ると。綺麗に平らに、もしくはもうちょっとえぐり込むように切ってあげると。で別にですねこれが枝先とかあんま大きなとこじゃなかったらほっとけばいいんですけど、
こういうぐらいまで大きくこう切った場合はあれどこ行った？融合剤ですねを塗っといてあげるといいです。融合剤もですねいろんなタイプがあって、ここに塗ってあるようなこうちょっと深緑になるこれ切り口ナオールだったかなわかんない、ちょっと名前忘れちゃいましたけどのがあったりとか、これはオレンジですね。トップジン M ペーストはねオレンジなので、あと水色になるのとかもあったかな。またね茶色とかもあるので、例えば塗った段階でですね目立つのがそもそも嫌だっていう方は、そういうもともと目立たない色をですね塗るのがいいかなと。でこれを切り口がねちゃんとこう綺麗に隠れるように塗ってあげてくださいと。こんな感じですね。で、乾くまでちょっとそこには水をかけないで、1日もすれば乾くと思うんで大丈夫だと思うんですけど、ちょっとほっといてあげてください。こんな感じですね。この融合剤あるあるというか、僕も結構疑問に思ってたことがあって、これ塗ったらその後どうなるのっていうところ気になりません？これずーっとついてて、こう来年とかね再来年とかもこのままなんですよ。でどうなるのかなと一応気になったんで、僕もね先生に聞いてみたんですけど、多分先日使ったこの梅もここに塗ってあるのが、これが多分トップジン M ペースト、オレンジ色だったのがだんだんこう黒ずんできて、なんて言ったらいいんでしょうね、なんか木に馴染むような茶色になります。ただこれでも3年か4年とか平気で経ってるんでしょうけど、一向に取れる気配がないと。で、先生曰く傷がこうちゃんと治ったらそこ削ってみてもいいよって言われたんで、ここねこのイワシでここにも、塗ってたんですけどトップジン M ペースト、それを削ってみたんですが、どうです？なんかあんま綺麗じゃないですよね結局他のとこだとどこかな、ダメだな、分かりやすいとこないな。でもねだんだん目立たなくなってくるんですよ、徐々に取れて。なので僕の感覚としてはしばらく嫌な感じがするんですけど、ほっとく綺麗になるまでほっとくっていうのがいいと思います。なのでねこうやってあっちこっちこうボコボコにしちゃうと、そもそもね幹が傷だらけってあんま受けないというか人気ないというか嫌がられる、僕は気にしないですよ、全然気にしないんですけど、それが気になる方は、早く別見の段階でもうこういうの取っといてちゃんときれいに作ると。そのためには何が必要かっていうと、盆栽の基本が大事なので、僕の YouTube じゃなくてどっかねインターネットとか他の動画でいっぱい説明してくれてますから、これはこうしましょうとかああしましょうとかね、それを見て早めにやっておくのがいいかなと思います。僕みたいにね全然気にならないっていう方はこういう素材安いですからね、いっぱい買ってきてこういろいろ試すっていうこともねできますんで、是非楽しんでみてください。はい、というわけで今日はね雑木の剪定やってみました。本当に今別に無理してやる必要ないので、春に芽吹いて枝が動き始めてからここは大丈夫だなって切るのがね本当はいいと思いますので、初めての方とかにはそういうのをおすすめしてます。はい、というわけで今日はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。